こんにちは、イルカです。今日は小ネタです。テントの骨、フレームというんですが、これが折れたので修理したレポートです。先日、滋賀県の牧野高原キャンプ場に子供家族、孫2人も含めてなんですけれども、6人で、あと犬も連れて行きまして1泊しましたが、風が強くてですね、子供家族のテントのフレームが4本中3本折れてしまいました。テントはロゴスのロジドゥープル XLAI というもので、寝室と土間のリビングがある2ルームテントです。リビングの高さが190センチもあって、広い割に安かったんでちょっと前に買ったということです。それで今回初めて建てたというのに、いきなり強風の洗礼を浴びてフレームが3本折れてしまいまして、せっかく意気込んでいたというのにがっくりです。まだまだキャンプシーズンありますので、なんとかしてやらなあかんと思って修理しました。修理自体は簡単なんですが、例によって部品の調達などいろいろいきさつがありましたので、そのあたりのこともお話しします。よかったらお付き合いください。これが折れたフレームなんですが、灰色が2本、黒が1本の合計3本です。灰色の方が少し長くて一節あたり57センチで、黒の方は一節あたり55センチです。太さはどれも11ミリでグラスファイバー製です。それぞれ11節あるんですが、折れている節は各フレームに1節だけなんです。折れ方はポキッと折れるんじゃなくて、こんな風に縦に裂けるように折れています。キャンプ場では応急的に紐をぐるぐる巻きにしてしのぎました。多分テグス、釣り糸ですね。これをきっちり巻けば実用上問題なさそうですが、買ったばかりのものなので、もっとちゃんと折れた節を取り替えて修理したいところです。結果的には修理用の新しい節をロゴスから購入して無事に修理できました。修理の様子を見てもらいながら部品購入のいきさつをお話しします。ともかく折れた節を抜き取ります。まだ1回しか使っていないので、ショックコード、ゴム紐ですね。これは取り替えずにそのまま使います。一番端の節の中にショックコードの先端があるので、それを引っ張り出します。ちょっと土が入り込んでますね。ラジオペンチで取ろうとしましたが、ちょっと入りませんでした。先の細長いハンマルペンチで引っ張り出します。こういうもんですね。ハンマルペンチがなければ丈夫なピンセットか先端を曲げた針金などで何とか引っ掛けて引っ張り出せると思います。先は単に結んであるだけですね。引っ張り出したショックコードが引き込まれないようにクリップで留めて結び目をほどきます。これは簡単にほどけます。割れた節を抜き取りますが、これはすぐ3番目の節が割れているので、これを取り替えます。後で気づいたんですが、このグラスファイバーのこういう割れた部分を素手で触ると細かいガラス繊維が刺さるような感じで、半日ぐらいシカシカしますね。シカシカって方言ですかね。チクチクするんです。ともかく痛がゆい感じになるんで、心配ならゴム手袋した方がいいと思います。グラスウール触っても同じような感じになりますね。送られてきた新品の節です。長い方の灰色の節は2本でいいんですが、予備に2本買って合計4本買いました。短い黒い方は1本だけ買いました。今度黒いのが割れても、長い灰色の方を少し切ればええかなと思って、つまり大は小を兼ねるんでそうしました。作業ですが、節3本分の長さのショックコードを出さないといけません。そのために節を全部つないでまっすぐにした状態でショックコードを引き出します。ある程度出てきたらまず1本目を通します。押し込んでいけば出てきます。次は2本目ですが、十分にショックコードを引き出してもう一人に持ってもらいます。一人でやるときは割り箸なんかに結んでおけばいいと思います。3本通しました。あとは先端を2、3回肩結びすれば OK です。8の字結びにした方が良いらしいです。
ともかくこれで修理完了です。こんな風に簡単に修理できます。あとは全く同じように残り2本のフレームを修理します。作業の説明は同じですのでやりませんが、部品の調達のいきさつをお話しします。まずロゴスのホームページからパーツ販売のところを見たんですが、フレームごとの販売しかしていないんです。つまり11節がショックコードでつなぎ合わされたものなんですが、それが最小単位ということで、お値段が税別で1本6000円です。はっきり言ってこれ高いですね。もし3本買ったら新品のテントに近い値段になります。それはもう絶対ないですね。で1本だけ買ってばらして節を部品として使うとしても、3節しかいらないのに11節あっても無駄です。でこれも却下。あとメールで聞きまして、修理対応があるということで、1節あたり500円が3節と別途工賃500円で合計2000円と、それに送料が730円で税込みだいたい3000円ぐらいで治るみたいで、費用的にはこれ OK です。送料もこちらから壊れたフレームを送るときは着払いということで良心的です。ところがですね、修理に要する時間が3週間から1ヶ月ほどもかかってしまうということなので、それは辛い。もう寒なってしまうと。これではあかんと思って結局電話しました。電話ですが結構混み合っていてなかなかつながりませんでしたが、ともかくつながったのでダメ元で節を売ってくれないか聞いてみました。つまり節単位で修理対応したはんやったら、修理は完全に自己責任で自分でやるんで、節単位で売ってもらえないかと聞いたんです。そしたら在庫があれば OK ということでした。それでテントの型番と一節の長さを知らせて画像を撮ってメールで送ってですね、在庫を確認してもらって1本500円で売ってもらえることになりました。3本でいいんですが、予備に長い方の灰色の節を2本足して全部で5本2500円ですね。それに送料730円と消費税で合計3553円を指定の口座に振り込んで、約1週間後に部品が届いたというわけです。ご覧いただいたように修理はすぐにできるし失敗のしようがない。約1週間で治ったので、まだまだ今シーズン使えると思います。ロゴスのアフターサービスについてはいろいろなご意見があるのかもしれませんが、私は今回のことしか経験していませんけれども、この対応については非常に良い印象を持ちました。会社の規模が大きくなると難しいのかもしれませんが、多くのメーカーでいつしかアフターサービスの窓口がクレーム対応みたいになっているのは良くない傾向だと思っています。言葉は丁寧だけれども全く融通が利かない。他の動画でも言ってみますが、私は修理を完全に自己責任でやるからパーツだけ売ってくれと必死で頼んでも頑くなに断られた経験が何度もあるだけに、ロゴスの柔軟な対応は非常に好感が持てました。杓子定規にパーツはフレーム単位でしか販売できないとか、修理でしか対応できないとか、そういう不条理なことは言われずに、私の要望を聞いてもらったんで満足しています。最後までご覧いただきましてありがとうございました。キャンピングシェルの車中泊のレポートもしたかったんですが、アクシデントもあったし孫もいたので動画どころではありませんでした。またかみさんと犬と2人プラス1匹で行った時にゆっくりレポートしたいと思います。またお付き合いいただければ幸いです。それでは今日はこの辺で失礼いたします。